のささやきの朗読やそのロケは樹海の近くで行われた。番組の企画で山道を歩きながら自然を紹介するという内容で、心霊とは全く関係のない普通の撮影だった。俺はその番組に呼ばれたタレントで、朝からスタッフと一緒に山へ入り、カメラを回しながら歩いていた。遠くには樹海が広がっていると聞かされていたが、撮影場所はあくまで山道の途中で、樹海そのものに入ることはないと説明されていた。スタッフも多く、カメラマンや音声さん、それに俺のマネージャーも近くにいたので、特に怖いと思うような空気もなく、撮影は終始和やかな雰囲気で進んでいた。森の中は静かだったが、鳥の声が聞こえ、風も少し吹いていて、普通の山の撮影という感じだった。途中で休憩を挟みながら何本かコメントを取り、山道で歩くシーンも撮影して、昼過ぎには予定していたカットはすべて終わった。スタッフが機材を片付けている間、俺は少し離れた場所で山の奥を眺めていた。遠くに広がる森の中は、さっきまで歩いていた場所よりもずっと暗く見え、その奥に樹海があるんだと思うと、なんとなく近づきたくない雰囲気を感じた。その時背後からマネージャーが声をかけてきた。もう車を出すので戻ってきてください。と言われ、俺はそのままスタッフのところへ戻り、全員で車に乗り込んで山を降りた。ロケはそれで終わりだった。その日の夜も特に変わったことはなく、疲れていたこともあって家に帰るとすぐに眠ってしまった。異変が起きたのはその数日後だった。夜中に目が覚めた瞬間、体が全く動かないことに気づいた。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸もしづらかった。これはいわゆる金縛りだと気づいたが、それまで一度も経験したことがなかったので、最初はかなり焦った。目だけは動くので、部屋の中を見回していたが、暗い天井が見えるだけで、特に変わったものはなかった。しばらくすると、体はゆっくりと動くようになり、金縛りはそのまま自然に解けた。その時は、疲れていてからだろうと思っていたんだ。だがその夜を境にして、同じことが何度も起こるようになった。最初の金縛りは、ただ疲れていただけだと思っていた。ところが次の日の夜も、また同じことが起きたんだ。眠っていたはずなのに、突然意識だけがはっきりして、体が全く動かなくなる。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸をするのも苦しかった。目だけは動くので、部屋の中を見回してみるが、暗い天井と壁しか見えない。誰かがいるような気配はないのに、体は全く言うことを聞かなかった。しばらくすると、自然に体が動くようになり、金縛りはそのまま解けた。その時はまだ寝不足や疲れのせいだと思っていた。だが同じことが何日も続くと、さすがに気味が悪くなってくる。夜になると、またあれが来るんじゃないか、という不安が頭に浮かぶようになり、布団に入ってもなかなか寝つけなくなった。そしてある夜、また同じように金縛りが起きた。体が動かない状態のまま天井を見上げながら、またかと思った瞬間、なぜか急に腹が立ってきた。ここ最近ずっと続いていたので、怖いというよりも、いい加減にしてくれという気持ちの方が強くなっていた。そこで思いっきり力を入れて体を起こそうとした。すると次の瞬間、体が急に軽くなった。そのまま上半身を起き上げた。
今まで何をしても動かなかったのに、その時だけはあっさりと金縛りが解けたんだ。だが体を起こしたまま、しばらく部屋の中を見回していると、急に怖くなってきた。もしまた動けなくなったらどうしよう、と思い、スマホを手に取ってマネージャーに電話をかけた。こんな時間に迷惑だと思ったが、どうしても一人でいるのが不安だった。電話に出たマネージャーに事情を説明し、怖いから一緒にいてほしいと頼むと、少し驚いた様子だったが、すぐに行きますと言ってくれた。それからしばらくしてマネージャーが家に来てくれた。俺はその安心感でようやく落ち着き、そのまま布団に入り、気がつくと深く眠っていた。だがその翌日から今度は別の異変が起き始めた。その朝起き上がろうとしたとき、足に妙な違和感を覚えた。両足が重く、靴下がきつく感じる。なんだろうと思ってみると、足首からふくらはぎまでがはっきりとわかるほどむくんでいた。最初は寝方が悪かったのかと思った。だが時間が経っても腫れは引かず、むしろ夕方になる頃にはさらにひどくなっていた。歩くと足が重く、階段を登るのも辛かった。触ってみると、まるで水が溜まっているような感覚だった。俺はさすがにおかしいと思い、マッサージ店に行って足をほぐしてもらったが、その日は少し楽になった気がしただけで、次の日になるとまた同じ状態に戻っていた。その後も、整体やマッサージをいくつか回ったが、原因はわからず、むくみは全く良くならなかった。日が経つにつれて、足の重さは少しずつ増しているような気がして、歩くたびに嫌な感覚が残るようになった。不安になった俺は母親に電話をして事情を話した。すると母は少し考えてから、知り合いに腕のいい整体師がいると言い、その人なら一度見てくれるかもしれないと言って連絡先を教えてくれた。俺は予約を取り、数日後にその整体師へ向かうことになった。古い一軒家のような建物で、看板も小さく、普通の整体院というよりは個人の家のような雰囲気だった。玄関の前に立ち、軽くノックをしてからドアを開けた瞬間だった。中にいた整体師が、こちらを見るなり突然大きな声を出した。入るな。あまりにも突然のことだったので、俺はその場で立ち止まってしまった。何が起きていたのか理解ができず、ただ入り口の前で固まっていると、整体師はじっとこちらを見ながら、ゆっくりと近づいてきた。そして俺の足元を見たまま、低い声でこう言った。兄ちゃん、変なもん連れてきたな。突然そんなことを言われ、俺は意味がわからずその場に立ったまま固まってしまった。整体師は玄関のところまで来ると、しばらく俺の足元を見つめたまま動かなかった。やがて小さく息を吐きながら、心当たりはないのかと聞いてきた。俺は何のことを言っているのか理解ができず、とりあえず最近の体調のことを説明する。すると整体師は首を横に振りながら、そういうことじゃないという。どこかおかしな場所に行ったかと聞かれたので、心霊系の仕事は NG にしているから、そういうところには行っていないと答えた。しばらく考えてから、樹海の近くでロケをしたことを思い出し、その話をすると、整体師はすぐにうなずいた。やっぱりそこだな、と言いながら、もう一度俺の足を見る。そして静かな声で言った。そこには何人もいる。お前の両足を掴んでいるんだ。背中に冷たいものが走った。冗談を言っているような様子ではなく、本気で言っている顔だった。その言葉を聞いた瞬間、数日前の夜のことが頭に浮かんだ。あの時マネージャーに電話をして、家に来てもらったはずだ。もし何かあったとすれば、あの夜かもしれないと思い、その場でスマホを取り出してマネージャーに電話をかけた。電話に出たマネージャーに、
あの日、一緒に家に来てくれたよねと聞いてみた。すると少し間があってから不思議そうな声が返ってきた。え？何の話ですか？金縛りが怖くて電話をした夜のことだと説明すると、マネージャーははっきりした声で言った。そんな電話は受けていないし、その日は一度も外に出ていないですよ。その言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になった。ではあの夜、俺の部屋で一緒に寝ていた人は誰だったのか。その時整体師がぽつりとつぶやくように言った。そりゃそうだろう。お前の足を掴んでる連中の中に一人だけ違う奴がいる。そいつは足じゃなくて、最初からお前の横に寝てたんだ。その言葉を聞いた瞬間、あの夜の記憶がはっきりと思い出された。布団の隣にいたマネージャーは、ずっとこちらに背中を向けたままで、一度も顔を見せなかった。そして夜中に目が覚めたとき、隣の布団は空になっていた。その時は先に帰ったんだと思っていた。だが今になって考えると、一つだけどうしても思い出せないことがある。あの夜、家のドアを開けて入ってきた音を、俺は一度も聞いていなかった。あれを最初に見たのは夜勤の始まりだった。深夜1時、廃棄物処理場は昼間と違い、妙に静かになる。昼間はトラックが何十台も出入りしていて、機械の音もずっと鳴り続けている。けれど夜は違う。焼却炉の低いうねりと、遠くで動く圧縮機の振動だけが響く。俺は埋め立てエリアの巡回をしていた。ここは燃やせないゴミを山のように積んでいく場所だ。壊れた家具、古い家電、袋に詰められた生活ゴミ、全部が重なって小さな丘みたいな山になっている。懐中電灯で照らしながら歩いていた時だった。ふと山の一番上に何かが立っているのが見えた。それは人影だった。女。長い髪が前に垂れて顔は見えない。白っぽい服が夜風でゆっくりと揺れていた。最初は不法侵入者かと思った。ここに勝手に入る人間は時々いる。捨てられたものを拾いに来るやつだ。俺は山の下から声をかける。危ないから、そこ降りてください。だが女は動かなかった。風に揺れる髪だけがゆっくりと揺れている。俺はもう一度声をかける。けれど返事はなかった。仕方なく山を登り始める。ゴミの山は踏むと沈む。靴が袋を踏み破る音がぐしゃぐしゃと響く。そしてやっと頂上に近づいた。あと数歩、そう思って顔を上げると、そこには女はいなかった。さっきまで確かに立っていた場所には誰もいないんだ。逃げた音も降りた音も何も聞こえなかった。ただ山の一番上に黒いゴミ袋が一つだけ置かれていた。その袋だけなぜか濡れていたんだ。まるで誰かが今までそこに立っていたみたいに。黒い袋は普通の家庭ゴミの袋だった。特別なものには見えない。たださっきまでそこに人が立っていた場所にポツンと置かれている。それだけが妙だった。俺は足で軽くつついてみた。中身は柔らかい。生ゴミか衣類か、そんな感じだった。袋の表面は妙に湿っている。雨は降っていない。なのにまるで水に濡れたみたいに冷たかった。俺は袋を持ち上げてみる。ずっしりと重い。持った瞬間、
袋の中で何かが動いた気がした。気のせいだと思いたかった。この仕事をしていると変な音はよくある。袋の中で瓶が転がったり、壊れたものが動いたり。だからそのまま回収エリアに運んだ。翌朝、焼却ラインに流す予定だった。その夜の巡回はそれで終わった。だがおかしなことは次の日に起きた。朝の点検の時、焼却ラインの横にあの黒い袋が置いてある。まだ処理されていない。同僚の佐藤が言った。これ、誰の？俺はすぐに分かった。昨日山の上にあった袋だ。ああ、それ俺が回収したやつだ。そう答えると、佐藤が眉をしかめた。これさ、昨日もう焼いたぞ。意味がわからなかった。いや、まだここにあるじゃん。俺がそう言うと、佐藤が首を振った。夜勤の後、すぐ処理したぞ。炉に入れたし、燃えたのも見ている。俺は黙った。炉に入れたなら、ここにあるはずがない。それなのに袋はそこにある。形も濡れている感じも昨日と全く同じ。まるで焼却炉から戻ってきたみたいだった。その時袋の口が少しだけ開いた。そして中から黒い髪の毛がゆっくりと外に垂れた。最初はただのカツラかと思った。処理場にはいろんなものが捨てられてくる。人形、マネキン、カツラ。別に珍しいものではない。だが袋の中の紙は違った。床に垂れた紙がゆっくりと動いた。風はない。なのに生き物みたいにじわっと動いたんだ。それを佐藤も見ていた。今、動いたよな、これ。俺は何も言えなかった。そして袋の口がさらに開いた。なんと中から白い腕が出てきたんだ。人の腕だった。佐藤が思わず後ろに下がる。袋の中から体がゆっくりと起き上がる。女だった。長い髪で顔は見えない。白い服はぐちゃぐちゃに汚れている。体の動きは妙にゆっくりだった。まるで水の中から出てきたみたいに重そうに動いていた。女は立ち上がり、俺と佐藤をじっと見ている。顔は見えないのに視線だけはわかる。気味が悪くて体が動かなかった。女は何も言わない。ただゆっくりと歩き出した。処理場の奥へ、焼却炉の方へ。俺たちは慌てて後を追った。焼却炉の前で女は立ち止まった。大きな鉄の扉。中では炎が燃えている。普通の人間なら近づくだけで熱い。なのに女は迷わず扉の前に立った。そして振り返る。その瞬間髪が少し開いた。暗い顔の奥で真っ暗な目がこちらを見ていた。女は焼却炉の前に立ったままずっとこちらを見ていた。髪の隙間から見えた目は真っ黒だった。白目がない。穴みたいに暗かった。俺も佐藤も一歩も動けなかった。次の瞬間、女がゆっくりと炉の扉に手をかけた。焼却炉は普通は外から開けられない。安全装置がある。それなのに女は軽く引いただけで扉を開けた。鉄の扉がギーッと重い音を立てて開く。中の炎が一気に外へ吹き出した。熱気で思わず顔を背ける。だが女は振り返らない。そのまま一歩、そして炎の中へ入っていった。服が燃え、
紙が燃えた。それでも女は止まらなかった。ゆっくり炉の奥へと消えていった。そして扉は一人でに閉まった。その夜はそれで終わった。この出来事について俺たちは誰にも言えなかった。そして次の日、朝の巡回で俺は埋め立てエリアに向かった。そして足が止まる。ゴミの山の一番上、そこに誰かが立っていた。長い髪、白い服、顔は見えない。だが昨日焼却炉に入ったはずの女だった。女はゆっくりとこちらを向く。そして手に持っていた黒い袋を足元に置いた。袋の口が少し開く。中から作業服が見えた。青い作業服。背中には名前の刺繍がある。佐藤。その時気づいた。昨日から佐藤は出勤していなかった。これは俺が小学生の頃の話だ。夏休みになると毎年祖母の家に預けられていた。祖母の家は山の奥の小さな村にある。店もない、コンビニもない。夜になると虫の音しか聞こえないような場所だった。その村には一つだけ有名な祭りがあった。送り祭り。毎年夏の終わりに行われる祭りだ。でも普通の祭りとは少し違う。みこしもない、屋台もない。夜に村の人たちが山へ歩いていくだけの祭りだった。子供の頃、俺はそれを見たことがある。みんな白い服を着て静かに山へと向かって歩く。太鼓もない、音もない。ただ列だけが続いていた。その中に一人だけ子供がいる。いつも同じだった。白い着物を着た子供が列の真ん中に立っている。そしてその子供は必ず顔を白い布で隠している。子供の頃、俺は祖母に聞いてみた。あの子、誰？祖母は少し黙ってから言った。子供役だよ。送り祭りには毎年一人だけ子供が選ばれる。村の子供の中から順番で決まるらしい。その子供は山の途中まで一緒に歩く。そしてある場所で止まる。そこから先は大人だけが山に入る。祖母はそれ以上説明しなかった。ただ一つだけ言った。夜は外を見ちゃいけないよ。祭りの時は特にね。その年の夏、俺は祖母の家でいつものように過ごしていた。川で遊び、虫を捕まえ、夜は早く寝る。何も変わらない夏だった。でも祭りの3日前、村の集会所に呼ばれた。祖母と一緒に行った。村の大人たちがみんな集まっている。俺が入ると全員がこっちを見た。その中の一人がこう言った。今年の子供役が決まった。そして俺を指さした。この子だ。祖母の顔がその瞬間固まった。その場の空気は静まり返っていた。俺は何を言われているのか最初はわからなかった。ただ、村の大人たちがみんな俺を見ている。祖母がすぐに言った。待ってください。声が少し震えていた。この子は村の子供ではありません。集会所の奥にいた年配の男が答えた。今年は人数が足りない。それだけだった。村の子供が減って順番が回らなくなったらしい。そして今年、村にいる子供は俺しかいなかった。祖母は何か言おうとしていた。でも、
周りの大人たちはもう決まった顔をしていた。そしてその男が言った。子供役は山の途中までだ。危ないことはない。祖母は黙った。しばらくして小さく言った。わかりました。帰り道祖母はずっと黙っていた。そして家に着いてからやっと口を開いた。祭りの時はな、絶対に後ろを見てはいけないよ。それだけを言った。俺は聞く。なんで？祖母はすぐに答えなかった。そして少し考えてから言った。見ると連れて行かれるのよ。その言葉の意味はよくわからなかった。そして祭りの日はすぐに来た。その日の夜だった。村の人たちはみんな白い服を着ている。俺も同じだった。白い着物を着せられ、頭から布をかぶせられた。前は少しだけ見える。でも周りはほとんど見えない。外に出ると村の人たちがもう並んでいた。静かな列だった。誰も喋らない。ただ山の方へと歩き出す。砂利道を歩く音だけが続いていた。やがて山道に入る。暗い道だった。光は月の光だけ。その時列の後ろから足音が聞こえた。俺たちの列の音ではない。もう一つ別の足音。ザッ、ザッ、ザッ。と、誰かが列の後ろをついてきていた。俺は思わず振り向きそうになった。その瞬間、前を歩いていた祖母が小さく言った。見ちゃダメ。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。その直後、後ろの足音が急に増えた。ザ、ザ、ザ。一人ではない。何人もいる。しかも息をしていないんだ。ただ足音だけが続いている。後ろの足音はどんどん増えていった。俺たちの列の後ろにもう一列ができているみたいだった。でも誰も振り向かない。村の人たちは前だけを見て歩いている。祖母も同じだった。ただ歩きながら小さく言った。聞こえても無視しなさい。絶対に振り向いてはいけないよ。その時後ろから声が聞こえた。低い声だった。待ってくれ。知らない声だった。少しだけ間が空く。そしてまた聞こえる。置いていくな。俺は思わず足を止めそうになった。その瞬間祖母の手が強く俺の腕を掴んだ。歩いて。祖母は振り向かずに言った。山道はどんどん暗くなっていく。木が増えて月の光も届かない。その時後ろの声が変わった。今度は知っている声だった。おーい。父の声だった。はっきりと聞こえる。帰ろうぜ。もういいだろう。俺は驚いた。父はこの村にはいない。町で働いている。ここにいるはずがないんだ。それでも声はすぐ後ろから聞こえてくる。振り向けよ。俺だよ。父さんだ。その瞬間後ろで誰かが地面を踏み外した音がした。ドサッと誰かが転んだみたいだった。その後笑い声が聞こえた。低い声。何人もいる。その声はどんどん近づいてきた。足音がすぐ近くまで来ている。その時、前を歩いていた村の男が手を挙げた。列が止まる。そこは山の途中だった。道の横に小さな石の祠があった。祖母が言う。ここまでよ。子供役はここで止まる。祖母は俺の肩を掴んだ。
そして小さく言った。ここから先は子供は行ってはいけないの。あなたはここで待って。俺は驚いた。え？一人で？祖母は答えなかった。ただゆっくりと言う。後ろは見ちゃいけないよ。そして村の人たちはそのまま山の奥へと歩いていった。列が消えていく。やがて俺は一人になった。その瞬間、後ろの足音がすぐ真後ろで止まった。俺の後ろで足音が止まる。ザッという音の後、完全な静けさになった。山の中は真っ暗。月も見えない。聞こえるのは自分の呼吸だけだった。祖母に言われた言葉が頭に残っている。後ろを見ちゃいけないよ。それだけだった。でも気配はすぐ後ろにある。誰かが立っている。それがわかる。息は聞こえないし動きもしない。ただそこにいる。しばらくして足音が一つ聞こえた。ザッと、俺のすぐ後ろで誰かが一歩動いた。その後低い声がする。やっと来た。知らない声だった。でもどこか嬉しそうだった。その声の後、また別の声がした。今年は一人か。さらに別の声。久しぶりだな。俺はその時気づいた。後ろには一人じゃない。何人もいる。足音が増えていく。まるで列ができているみたいだった。その時山の奥から明かりが見えた。村の人たちが戻ってきた明かりだった。そして祖母の声が聞こえる。終わったよ。その瞬間、俺の後ろの足音が全部止まった。そして何人もの声が同時に言った。また来年だ。その後気配が消えた。祖母たちが戻ってきて、俺の肩を掴んで言った。よく振り向かなかったわね。俺たちはそのまま村へ戻った。それで祭りは終わった。俺はそれ以降その村には行っていない。ただ大人になってから祖母に聞いたことがある。あの祭りって一体何だったの？祖母は少し黙ってから言った。あれはね、山の奥にいる奴らを山から出さないための祭りなの。昔山の村が消えたとき、その人たちは山の中に残った。それ以来毎年一度、山の途中まで子供を迎えに行かせる。そうすると、山の奥にいる者たちはそこまでしか来ない。それ以上、降りてこない。祖母は最後に言った。でもね、もし子供役が振り向いたら、その列はそのまま村まで降りてくるの。それを聞いて俺は背筋が冷えた。なぜなら、その祭りは今も続いている。そして今、村には子供がいない。だから毎年、外から来た子供が子供役に選ばれているらしい。これは私が小学校4年生で体験した出来事です。私の父は釣りが好きで、毎週日曜日は日が昇る前から釣りへ出かけていました。家から釣りをする海までは車で40分ほどかかります。私の家は山にあるので、山を下って川沿いを走り、トンネルを抜けてしばらく走ると海に着きます。父は帰宅すると、魚が釣れた日は釣りの話をしてくれるのですが、坊主だと妙な話をしてくるのです。いつも釣りに行く途中な。朝の4時頃かな。女の人と幼い子供がトンネルを抜けたあたりを歩いている姿を見かけるんだよ。
多分親子なのかな。なんであんな時間に歩いているんだろう。父はただ不思議に思っていたのか、普通に話していましたが、私や家族は、それってもしかして、と恐怖に駆られていました。私は特に怖がりだったので、そういった話を聞いてしまうと、数日は頭から離れず、トイレに一人で行くことも無理でした。釣りには興味があったのですが、父が言っていたその場所には近づかないでおこうと心に決めていました。今度、一緒に釣り行ってみるかと、夏休みに父からそう言われたときは、嬉しさと同時にあの場所を通りたくない気持ちがありました。結局釣りの誘惑に負けた私は、父と釣りに行く約束をしたのです。当日、朝の3時に起こされて出発しました。まだ眠かった私は、また寝れば怖い場所もあっという間に通り過ぎると思い、父へ、着いたら起こして、とお願いをして目を閉じました。しかし車が進むにつれて目が冴えてしまい、我慢できなくなって恐る恐る目を開けてみると、そこはトンネルをちょうど通過したあたり、父が言っていたあの場所でした。あっという間もなく、私の目に飛び込んできたのは、公衆電話のボックスでした。そしてその方向に、髪の長い女性と幼い子供が、一緒に歩いているのを見てしまったのです。女性と子供は、腰のあたりから下がほとんど見えませんでした。全身がうっすらと霧がかかったかのように、はっきりとは認識できませんが、立体的で人ということは確実にわかりました。あまりの恐怖に声も出せず、私はまた目を閉じました。とその瞬間、車で私の隣に人が乗っている気配がしました。恐怖で頭がパニック状態になりますが、まるで満員電車で身動きが取れないような感覚になり、耐えきれなくなった私は目を開けてしまいました。すると私の隣には白く体が透けた大人がぴったりと私にくっついて座っていました。長い真っ黒の髪で顔は見えませんでしたが、さっきまで電話ボックスのあたりにいた女性だと直感しました。私は動かない体を必死に動かそうともがきます。やがて首がようやく動き、続いて全身が動きました。その時にはもう横には誰もおらず、パニックになっていた私は無意識に大泣きしてしまいました。父は驚いたようで車を止め、もうすぐ着くからね、と落ち着かせてくれて再出発しました。その後私は当然釣りどころではありませんでした。あまりの恐怖で平常心を失い、1週間くらいは無気力な日々を過ごし、両親にも心配をかけていました。この出来事のことは誰にも言えず、私も大人になりました。話をすると思い出してしまうのではないかと恐怖をしていましたが、こうして話ができたということは、時とともに少しだけ私の中で恐怖が和らいだのかもしれません。この体験は忘れることはありませんし、あの道だけは通らないように今でも注意して生活しています。あれは3年前の秋、会社の連中と4人で山の温泉旅館に泊まりに行った時の話だ。観光というより、ただの息抜きだった。町から車で2時間ほどの山奥にある小さな旅館。古いが雰囲気は悪くない。川が近くを流れていて、夜になると水の音だけが聞こえてくる。俺たちは部屋に通されて夕飯を食べ、酒を飲みながら雑談をしていた。その時旅館の主人がこんなことを言った。裏山には入らないでくださいね。笑いながら言っていたが、声は妙に真面目だった。
俺が理由を聞くと、主人は曖昧に答えた。昔から迷う人が多いんですよ。それだけ言ってすぐ話題を変えた。だがその話を聞いた瞬間、同僚の一人が面白がった。そいつの名前は坂本。酒が入るとこういう話を試したがるタイプだった。なあ、ちょっと言ってみるか。そう言い出した。最初は誰も本気にしていなかった。だが夜11時を過ぎた頃、坂本は本当に立ち上がった。裏山、ちょっと見てくるわ。もちろん俺たちは止めた。山だし、夜だし、危ないと思った。だが坂本は笑って言った。すぐそこだろう。5分で戻る。そう言ってスマホのライトをつけて部屋を出て行った。旅館の裏口から山へ入れるらしい。最初は冗談だと思っていた。だが10分経っても、20分経っても、30分経っても、坂本は戻ってこなかった。俺たちはさすがにおかしいと思った。すかさず電話をかける。だが出ない。俺ともう一人で裏口まで行った。扉の外は真っ暗だった。山の木が密集していて、ライトがないと何も見えない。坂本！何度か呼んだ。だが返事はなかった。その時奥の方から足音が聞こえてきた。ザッ、ザッと落ち葉を踏む音。誰かが山から降りてくる。ライトを向けてみると坂本だった。ただ様子が少しおかしかった。服が泥だらけだったんだ。それに顔が妙に白い。俺が言った。お前、どこまで行ってたんだよ。坂本はしばらく黙っていた。そして小さくこう言った。山の中に家があったんだ。旅館の裏山に家なんてない。そう思った瞬間、坂本は続けてこう言った。人もいた。その言い方が少し変だった。まるで人ではないものを見たみたいな声だった。坂本は部屋に戻ってきてもしばらく黙ったままだった。さっきまで酒を飲んで騒いでいたのに、まるで別人みたいに静かになっていた。俺がもう一度聞いてみた。山の中に家ってどういうことだ？坂本はしばらくうつむいたままゆっくりと話し始めた。山道を少し上がったら明かりが見えたんだ。真っ暗な山の中で家の明かりだけが見えたらしい。旅館の明かりとは方向が違う山の奥だった。坂本はそれを見て近づいた。最初は民家だと思ったらしい。だが近づくほどに変だと思ったという。家は古かった。木でできた小さな家。山小屋みたいな形だった。だが窓から明かりが出ているのに周りに人の気配がなかったそうだ。そして坂本は家の前まで行った。玄関の戸は少し開いていて中から声が聞こえたらしい。ボソボソっと誰かが話している声。坂本は思わず中を覗いた。その瞬間、家の中にいた全員が一斉に坂本の方を見たらしい。5人くらい座っていた。いろりみたいな場所を囲んで、全員無言で。そして坂本はそこで違和感に気づいた。顔がよく見えなかった。明かりはあるのになぜか顔の部分だけ暗かった。目も口も見えない。ただ人の形だけがある。坂本は怖くなってその場を離れたらしい。それで走って山を降りてきた。そこまで話すと坂本は黙った。
部屋の空気が重くなる。誰も笑えなかった。その時坂本が突然言った。あれ、ついてきてるんだ。俺たちは顔を見合わせた。何が？そう聞くと坂本は窓の方を見た。旅館の裏山の方角。そしてゆっくりと言った。山から降りてきてるんだ。その瞬間、コンと窓が小さくなった。全員がそっちを見る。窓の外は暗い。だがガラスの向こうに何かが立っていたんだ。背の低い影。じっと部屋の中を見ている。坂本が震えた声で言った。あいつ、家にいたやつだ。その時俺たちは気づいた。窓の外の影、顔がなかった。窓の外の影は動かなかった。ただガラスの向こう側で立っている。街灯もない裏には、月の光だけでぼんやりと輪郭が見える。人の形。だが顔の部分だけが暗い。何もないみたいに。さっきまで話していた山の中の家。そこにいたやつと同じだと言った。誰も冗談だとは思えなかった。窓の外の影はじっとこちらを見ている。いや、見ているはずなのに顔がないんだ。その時、コンとまた窓が鳴った。今度は少し強く、コン、コン。窓を叩いている。そして坂本が小さく言った。入れろって言ってる。次の瞬間、窓の外の影が増えた。一人じゃない。二人、三人。気づいた時には窓の外に何人も立っていた。全部同じ形。顔のない人影。山から降りてきたんだ。坂本は突然立ち上がった。そして窓の方に向かって歩き出した。俺たちは慌てて止めに入る。おい、何やってんだよ。だが坂本は俺たちの手を振り払った。目の焦点が合っていない。そしてこう言った。いや、呼んでるんだ。坂本はそのまま窓を開けた。冷たい夜の空気が部屋に入る。外の影たちは動かない。ただ坂本を待っている。そして坂本はゆっくりと外に出た。そして影の中へ歩いて行った。俺たちは慌てて追いかけた。だが坂本はもうそこにはいなかった。裏庭には誰もいない。影も消えていた。ただ、裏山へ続く暗い道だけが残っていた。その夜旅館中で坂本を探した。だが見つからなかった。警察も来てくれて山を捜索した。そして3日後、坂本は見つかった。旅館の裏山の途中で木の根元に座ったまま。ただ、坂本の顔を見て警察も言葉を失った。目が合っていなかった。口も開いたまま。そして坂本はずっと同じ言葉を繰り返していたそうだ。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。あの夜坂本が言っていた山の中の家。いろりの周りに5人いたと。警察が見つけた坂本の場所。そこには焚き火の跡が6つ並んでいた。そしてもう一つだけ。新しく火を起こした跡が残っていたそうだ。最初の違和感は
あの建物を小屋と呼んでいたところだ。地図では監視小屋と書かれていたが、実際に見たそれはどう考えても人が常駐するような大きさではなかった。3畳ほどのスペースに古びた机。窓は黒く曇り、壁には湿気で浮いたシミが広がっている。風が吹くたびに内側から紙が揺れていた。その紙には太い文字で1行だけ。二度と開けるな。扉の内側に貼られているのだから意味がおかしい。出る側に向けた警告らしく、俺はそこで一度背筋が強く冷えた。その日俺は新人の頃以来となる単独警戒任務を命じられた。場所はこの廃屋。昼間の巡回で確認をしたところ、内部には誰の気配もなく、風も通らず、ただ古い匂いだけが残っていた。夕暮れ前に立正位置につき、時間がゆっくりと落ちていく。周囲は背丈のある草が揺れ、風が通るたびに地面がざわつく。だが廃屋の中だけは、まるで空気が止まっているような静けさだった。任務は単純だ。この廃屋の前に立ち、外部侵入や不審者の気配を見張るだけ。なのに日が暮れるにつれ、なぜか背中の一点に冷たい視線を感じ始めた。風の流れとは関係なく、廃屋の中からじっと見られている感覚。俺は気のせいだと思い動かずにいた。だがしばらくすると扉の向こうから音がした。トン、トン、と何かが木を叩くような小さな衝撃。動物かと思ったが、この廃屋に開いた穴はない。扉は外側から南京錠で固定され、開く余地はなかった。それでも音は続いた。一定のリズムではなく、呼吸と混ざるような曖昧な感覚で。そうしているうちに気づいた。音の位置が変わっているんだ。最初は扉、次は左の壁、次は右、そして天井。誰かが廃屋の裏側を這い回っている。そんなはずはないと自分に言い聞かしたが、天井の一点がかすかに沈むように動き、埃が落ちてきた。その瞬間俺の無線がガリッとノイズを吐いた。おい、返事聞こえるか？先輩の声だが、途中から別の音が混ざっていた。言葉ではない、濁った息のような、喉の奥で鳴らす粘りついた音。無線を強く握った俺の背後で別の音がした。ギッ、ギギギッと扉の南京錠が外側からではなく内側へ引かれるようにきしんだ。貼られていた紙が風もないのにふわりと揺れた。二度と開けるな。だが今内側で何かが開けようとしていた。南京錠が引かれるたびに金属がひしゃげるようなきしみが低く響いた。外側から触られているならまだ理解ができる。だが俺が見ているのは扉の外側だ。鍵は俺の目の前で何も触れていないのに内側へ歪んでいた。廃屋の中で何かが扉に体を押し付けている。気配は重く湿っていて、まるで壁の中に染み込んだ誰かが溶け出しているようだった。無線が再びノイズを吐いた。やめろ、戻れ。先輩の声に重なるようにして、かすかに別の声が混ざった。単語ではなかった。ただ、連続した喉の震え。それだけなのに無線を通して耳の奥に張り付くような生々しさがあった。気がつけば、廃屋を囲む草の揺れ方が不自然になっていた。風は弱いのに、草だけが同じ方向へ倒れ、まるで見えない何かが円を描くように歩き回っていた。俺の立つ位置を中心にして。汗が背中を伝い、手のひらがじっとりと締める。
立正姿勢を崩さないため、必死に呼吸を整えていたその時、扉の下の隙間に影が落ちた。細い、腕のようにも見えるが、形が歪み、伸びたり縮んだりを繰り返している。その影が隙間越しに俺の靴の先へ触れようとしていた。無意識に一歩後ずさった。だが、下がった距離に合わせて影も伸びてくる。まるで距離を測るように。南京錠が唐突に止まり、静寂が戻った。息を飲むほどの完全な沈黙。草の音も虫の音もすべてが途切れた。そして廃屋の中から、コンコンと今度は木の机を指で叩くような小さな音が響いた。一定のリズム、どこかで聞いた。そうだ、巡回中ここを確認したとき、机の下に深い爪痕のような削れがあった。まるで同じ動きを繰り返していたような癖のある傷だった。音はそこで止まり、代わりに擦れる音が始まった。床を這いずるような、布を引きずるような重さを持たない動き。それがゆっくりと扉の真下に寄ってきた。俺は無線のスイッチを強く握りしめた。こちら、見張り位置。廃屋内部に不審だ。言い切る前にノイズが走り、通信が遮られた。次の瞬間、扉の小窓に曇ったガラスの向こうに、人の顔の形だけが浮かび上がった。目も鼻も口も見えないのに、こちらを覗いているとわかる輪郭だった。曇りガラスを内側から押すように、ペタリと張り付き、ゆっくりとずれた。それは生きている動きだった。俺の心臓が跳ねたと同時に、廃屋の中から声がした。誰変えて。聞き取れないほどかすれた声。だがそれは明らかに生きている者の声ではなかった。扉を叩く音が急に激しくなった。次の瞬間、南京錠が折れた。南京錠が折れた瞬間、金属の破片が地面へ跳ねた。扉はわずかに開いたが、内側から押されているわけでも、外へ引かれているわけでもなかった。ただ、誰かの呼吸に合わせるようにゆっくりと揺れ、隙間から冷たい空気が流れ出した。俺は後退しようとしたが、足が地面に縫い付けられたように動かなかった。目の前の廃屋は、さっきまでただの古い建物ではなく、何かがここに居ついている場所に変わっていた。隙間が広がり、暗闇の奥から腕のような影が伸びた。だがそれは関節の位置が異常で、節ごとに折れ曲がり、布を引きずる音とともに、俺の足元へ滑るように近づいてきた。無線を握ったまま声を出そうとした。こちら、見張り位置。緊急。途中で無線にくぐもった息が混ざった。開けたな。聞こえた瞬間、扉が勢いよく開いた。中から黒い空気が吹き出すように広がり、廃屋の内部にあった机や壁が生き物のようにきしんだ。影が床を這い、草を押しのけるように外へ溢れ出す。俺はとっさに背を向けた。逃げようとした。しかし一歩目を踏み出した瞬間、足首に冷たいものが巻きついた。見下ろすと、影が手の形になって俺の足を掴んでいた。全身が沈むように引きずられ、地面が遠ざかる。草の一本一本が倒れていくのがスローモーションのように見えた。冷気が骨の髄にまで染み込むように重く感じた。壁には無数の爪の跡。机は裏返り、床には這った跡が円を描くように残っていた。奥の暗闇で誰かが立っていた。人の形をしているが輪郭が濁っていた。
顔は見えないのに、こちらを見ていると分かった。そいつはゆっくりと腕を上げ、俺の胸元を指さした。その指は細く、異様に長く、骨が皮膚を突き破りそうな弱々しさだった。かすれた声が耳の奥に直接触れたように響いた。次の瞬間、影が一斉に俺へ飛びかかった。視界が暗転し、息が吸えなくなった。胸が押しつぶされるほどの圧迫。どこかで誰かが叫んでいるような音がしたが、それが俺自身の声だと気づくのには時間がかかった。影は俺を廃屋の奥へ引きずり込み、床の下、さっきまで誰もいないと信じていた空間へ沈めていった。そして最後に見えたのは扉に貼られた紙だった。二度と開けるな。俺を飲み込みながら、その紙がふわりとまくれ、内側へ倒れた。まるで次の見張り役を待つように。あの部屋のことは今でも忘れられない。高校を卒業した春、仲の良かった5人で最後の思い出に温泉旅館へ行った。山の中にある少し古い旅館だった。木の匂いがして廊下はきしむ。でも卒業旅行にはちょうどいい雰囲気だった。受付で名前を伝えると、旅館の人が少し困った顔をした。本来は4人部屋しか空いていないんですが、1部屋だけはあります。そう言って案内されたのは廊下の一番奥だった。他の部屋は明かりがついているのに、そこだけ暗い。まるで長く使われていないような雰囲気だった。掃除はしてありますので。旅館の人はそう言ってすぐに戻ってしまった。襖を開けると広い和室だった。畳は少し色が古く、壁の木も黒ずんでいる。だが布団はごくみきれいに敷かれていた。広くていいじゃん。友人の一人、亮が笑いながら窓を開けた。外は山の斜面で木しか見えない。街灯もなく、夜になるとかなり暗くなりそうだった。俺たちは荷物を置き、温泉へと向かった。温泉は普通だった。むしろ気持ちよくて、みんな上機嫌だった。問題が起きたのは部屋に戻ってからだった。夜11時頃、みんなでコンビニで買ったお菓子を食べながら、卒業の話や将来の話をしていた。その時だった。廊下で足音がしたんだ。ミシ、ミシッとゆっくりと歩く音。この階はほとんど客がいなかったはずだった。足音は廊下の奥から近づいてくる。ミシ、ミシ。そして部屋の前で止まった。誰も何も言わなかった。ただ5人とも音を聞いていた。次の瞬間、コンと襖の向こうから軽く叩く音がした。あれ？誰か来た？亮が言ったが誰も返事はしなかった。旅館の人なら声をかけるはずだ。だが何も言わない。しばらくすると足音は遠ざかっていった。何だったんだ？今の。誰かがそう言った。その時俺はふと気づいた。布団が一つ窓の近くに寄っていたんだ。さっきは並んで敷いてあったはずなのに。誰も触っていないのに一組だけ少し離れていた。亮がその布団に寝転びながら言った。この部屋さ、なんか変じゃない？その時はただの気のせいだと思っていた。でも朝になる頃、亮はその窓から落ちていたんだ。亮が窓から落ちたと聞いたのは朝の6時頃だった。
廊下が騒がしくて目が覚めた。旅館の人たちが慌ただしく走っていて、俺たちの部屋の襖も突然開いた。お客様、大丈夫ですか？旅館の人の顔は青ざめていた。どうかしましたか？そう聞いた瞬間、嫌な予感がした。このお部屋の方が下で倒れていまして。全員が一斉に窓を見た。窓は開いていた。そして寮の布団だけが空だったんだ。俺たちは慌てて外へ出た。旅館の裏手は斜面になっていて、その下に寮が倒れていた。動いてはいた。だが足の形がおかしかった。明らかに折れているんだ。救急車が呼ばれ、寮は運ばれていった。そして俺たちは旅館に戻された。昨夜、何かありましたか？そう旅館の人に聞かれた。俺たちは昨日の足音とノックのことを話した。すると旅館の人はしばらく黙った。それから小さくこう言った。この部屋、本当は使ってはいけないんです。俺たちは顔を見合わせた。なんで使っちゃダメなんですか？昨夜は満室で、どうしても部屋が足りなくて。理由を聞いてもはっきりとは言わなかった。ただ一つだけ聞いた。この部屋は昔事故があったんです。それ以上は何も話してはくれなかった。朝食の時間になったが、誰もほとんど食べれなかった。寮がいないだけで空気が重かった。だが、もっと嫌なことが起きた。朝食の後、部屋に戻った時だった。布団を片付けようとしていて、一人が声を上げた。なあ！全員が振り向いた。指さしていたのは窓の横の布団だった。寮が寝ていた布団。その布団だけびっしょりと濡れているんだ。まるで誰かが外から入ってきて寝ていたみたいに。窓の外は夜露で濡れている。その水が布団に染み込んでいた。だがおかしい。寮が落ちたのはまだ暗い夜中だった。つまりその後、誰かが窓から入って、その布団で寝ていたことになる。その夜俺たちは誰も窓を開けていない。そしてその布団は朝までずっとそこにあった。俺は窓の外を見る。すると斜面の途中に足跡が見えた。濡れた土の上に裸足の足跡。それは窓の下から上へ向かって続いていた。その足跡を見た瞬間、背中が冷たくなった。斜面はかなり急だ。普通に登るのも大変な場所だ。それなのに、裸足の足跡が窓の下からまっすぐと上に続いていた。誰かが夜中にそこを登ってきている。そう考えるしかなかった。でもこれ、誰の足跡だ？友人の一人が言った。だが誰も答えられなかった。寮は夜中に落ちた。その後救急車で運ばれている。旅館の人たちも、そんな斜面を裸足で登る理由はない。それに足跡は一つしかない。降りた跡がないんだ。つまり、登ってきた人間は、まだこの部屋にいることになる。誰もその言葉を口には出さなかった。だが全員同じことを考えていた。急に部屋の空気が重くなった。もう帰ろうぜ。と誰かがそう言った。チェックアウトの時間を待たず、俺たちは荷物をまとめた。その時だった。押し入れの中から、コツッと小さな音がした。全員が固まる。さっきまでそんな音はしていなかった。もちろん押し入れの襖は閉まっている。
コツ。また鳴った。中から軽く叩くような音だった。昨日の夜のあのノックと同じ音。誰も動かなかった。そしてしばらくして、亮と一番仲の良かった友達がゆっくりと襖を開けた。だが中には誰もいなかった。布団も荷物も何もない。ただ押し入れの奥の板に濡れた手の跡がいくつも残っていた。小さな手だった。子供の手くらいの大きさ。それが内側から何度も押し付けられたように並んでいたんだ。その瞬間、旅館の人が慌てて部屋に入ってきた。この部屋は使わないでください。強い声だった。そしてこう言った。昔この部屋の窓から子供が落ちているんです。それ以来夜になると窓から昇ってくる音と襖を叩く音がするらしい。俺たちは何も言えなかった。そして帰り道に病院から連絡があった。亮は助かってはいたが、足の骨を何本も折っていた。そして運ばれる前にこんなことを言っていたらしい。夜中、窓の外に子供が立っていたんです。部屋に入れてやったら押されたんだ。それ以来俺たちはあの旅館には行っていない。ただ一つだけ今でも気になっていることがある。あの朝、押し入れの手形は全部で5つあった。俺たちは5人で泊まっていた。でもそのうちの1つは、寮のベッドのすぐ横についていたんだ。冬キャンプに行く朝は決まって早い。夜明け前の参道はヘッドライトに照らされる範囲だけが現実で、それ以外は全部押しつぶしたような黒だった。その日もチェーンの音を気にしながら凍結しかけた一本道をゆっくりと登っていた。カーブを抜けた瞬間、ライトの端に人影が横切った。ブレーキを踏む。車体が一瞬横に揺れた。道の脇に親子が立っていた。母親とせいぜい小学校に上がるかどうかの子供だった。二人とも雪の残る山道には不相応な薄着だった。母親はコートを着ていない。子供も厚着をしていない。なんでこんな時間に、こんな場所で。そう思うより先に母親がこちらを見た。目が合った瞬間、言葉が出なくなった。驚いたとか怖かったとかではない。見てはいけないものを見たという感覚だけが胸の奥に沈んだんだ。母親は何も言わない。子供もこちらを見ているのに瞬きすらしない。吐く息が白くならないのがなぜかやけに目についた。クラクションを鳴らすべきだったのかもしれない。声をかけるべきだったのかもしれない。でも次の瞬間、ハンドルを握る手に力が入らなくなった。視線を外してもう一度前を向いたほんの一瞬で、二人はいなくなっていた。道路脇の雪は乱れていない。足跡もない。エンジンの音だけが
やけに大きくて耳鳴りのように響いていた。俺は何度も気のせいだと言い聞かせながら走り続けたが、バックミラーを見ることはなぜかできなかった。俺はそのままキャンプ場に向かった。この時はまだあれがついてきたなんて考えもしなかった。キャンプ場に着いたのは昼前だった。山道で見た親子のことは頭の片隅に引っかかってはいたが、日が昇るにつれて現実味が薄れていった。平日だったせいか利用者は少ない。管理棟で受付を済ませ、指定された区画へ向かう。設営場所は林の端だった。背後には背の高い木が並び、昼間でも影が濃かった。嫌な感じはしたが、風を避けられるのはありがたかった。テントを張り、焚き火の準備をしている間、何度か視線を感じた。振り返ると必ず木陰だ。人が立っているように見える瞬間があるが、目を凝らすと枝と影が重なっているだけだった。気にしすぎだと自分に言い聞かせる。行きの参道の出来事を無理やり思い出さないようにした。夕方、気温が一気に下がった。焚き火に火を入れると、パチパチと乾いた音が響く。火の向こう側、林の奥が暗く沈んで見えた。その時、はっきりと見えた。木陰に二つの影が並んで立っている。母親と子供。朝、山道で見たのと同じ並びだった。距離はある。声を出せば届かないこともないが、声をかけてはいけないと本能が拒んだ。二人は動かない。ただこちらを見ている。焚き火の火が揺れるたびに影が微妙に歪む。それでも位置は変わらない。瞬きをしても消えなかった。だがしばらくすると影はいつの間にか木に溶けるように消えていった。残ったのは冷え切った空気だけだった。俺はその夜、寝袋に入ってからも林の方が気になって仕方がなかった。風が吹くたびに木がきしむ。その音に混じって雪を踏むようなかすかな音が何度も聞こえた。だが俺はテントの外に出る勇気はなかった。代わりに耳を塞ぎ目を閉じた。朝になれば全部笑い話になる。そう思いながらいつの間にか眠りに落ちた。だがこの時点でもう逃げ場はなくなっていた。目が覚めた時、違和感はすぐに分かった。寒さではない。体の内側が妙に重い。寝袋から出て立ち上がろうとした瞬間、左膝に力が入らなかった。踏み出した足が途中で止まり、そのまま前に崩れた。
雪の上に膝をつく。鈍い衝撃があったはずなのに、痛みはなかった。代わりに関節の奥が冷え切った金属みたいに動かなかった。無理に立ち上がろうとすると、膝が決まった角度以上曲がらなかった。まるでそこに見えない視点があるみたいに。昨夜転んだ記憶はない。歩き回った覚えもない。それなのに膝だけが使われた跡みたいになっていた。撤収は諦め、這うようにして車まで戻った。運転中も痛みは不思議なほど出なかった。むしろキャンプ場を離れるにつれて、膝は少しずつ動くようになった。家に着いた頃にはほとんど普通に歩けていた。俺は安堵をして靴を脱いだその瞬間だった。膝がまた同じ角度で止まったんだ。今度ははっきりと分かった。自分の意志とは無関係にそこまでしか動かないんだ。俺はその日病院でレントゲンを取った。医師は首をかしげて画面を何度も見返した。骨も人体も損傷の跡がなかった。でもこの可動域制限は説明がつかない。その時急に思い出した。行きの山道で急ブレーキを踏んだ時のこと。ライトに照らされた親子の立ち位置。道路脇の少し下がった場所。母親の膝がわずかに曲がっていた角度。今動かなくなった自分の膝はそれと全く同じ角度で止まっていた。それ以来左膝は完全には戻っていない。寒くなると関節の奥が冷え、あの木陰の並びに頭が浮かぶ。もう冬キャンプには行けない。あの親子が次はどこで立っているのか考えたくもないからだ。そして今もあの山道を通ると無意識に膝がわずかに曲がる。まるで立ち止まる位置を思い出したみたいに。海に潜るたび決して忘れられない光景がある。岩場が入り組んだ漁村で海女の手伝いをしていた頃の話だ。朝の海はまだ白く濁っていて、波の下の様子はぼんやりとしか見えなかった。潜り始めたのは早朝。まだ潮が冷たく、胸の奥に響くような冷え方だった。海底へ身を沈めると、耳の奥で圧が変わり、世界が水の重さに包まれる。その日も特別な気配はなかった。岩棚の下でアワビがいくつも見え、呼吸を整えながら手を伸ばした時だ。視界の端に揺れている布があった。布切れ？最初はそう思った。だが近づくにつれ、それがただの布ではなく、古い着物の袖だと分かった。岩の裂け目に挟まったまま、潮に揺られてゆっくりと動いている。
藍色が抜け、ところどころ白くすれた何十年も前のような、そんな質感だった。胸がざわついた。この海域でこんな布を見ることなんてまずないんだ。さらにおかしいのは、その着物の布が水の抵抗をほとんど受けていないことだった。潮の流れが強いはずなのに、袖だけが自分の意志で揺れているように見えた。手を伸ばしかけた瞬間、裂け目の奥からわずかに海水が吸い込まれる音がした。誰かが息を潜めているみたいな湿った吸い込み方だった。嫌な感覚が背中を走り、すぐに浮上した。だが水面に顔を出したとき、耳の奥にまだ残っていたんだ。あの裂け目の奥から聞こえた誰かの呼吸のような水の音が。それが最初の異変だった。翌朝も海に出た。昨日見た着物のことは頭のどこかに張り付いたまま離れなかった。潮の匂いはいつも通りなのに少しだけ重たく感じた。海面の色も少し濁り気味で、そこの影がいつもより深く揺れていた。潜ってすぐ昨日の場所へ向かった。岩棚の裂け目は形こそ変わらないはずなのに、どこか広がって見えた。水中で近づくほど周囲の景色に違和感が生まれる。光が屈折しているのか、それともただの影の濃さなのか。しかしその中心だけは明らかにこちらを向いていると分かった。着物の袖は昨日と同じ位置に挟まって揺れていた。ただし今日は袖の根元が深く裂け目へと沈んでいたんだ。まるで中から引き込んでいるような動き。一息置いて袖にそっと触れた。指先に触れた瞬間、布から海水が落ちる気配はなかった。本来なら水中で触ればふわりと浮き、軽く動くはずだ。だがその布は海水を吸わず、冷たさだけが異様に残っていた。まるで布そのものではなく、皮膚に直接触れているような冷え方だった。そのまま手を離そうとしたとき、裂け目の奥から、ふっと気泡が一つ上がった。普通の泡ではない、生き物の吐息のように温度のある泡だった。次に視界の下で、ゆっくりと砂が巻き上がった。岩棚の影の中、暗闇の底に人の指の形だけが見えた。白く、細く、水に溶けない輪郭で。その指は布の根元を握っていた。俺の手が触れた瞬間に同じ場所をつかむように指がかすかに動いた。その瞬間、肺の奥に冷たい痛みが走った。浮上しようと体を起こしたが、指先から袖が離れない。まるで、離すな、と引かれている。必死で手を振りほどき、海面に向かって足を蹴った。水上へ出るまでの数秒が何分にも感じるほど長かった。息を吸い込んだ瞬間、耳の奥でまた聞こえた。あの湿った吸い込む音。今度は明らかに誰かの喉から漏れた音だった。昨日のそれとは違う。はっきり怒りの混じった音だった。翌朝、村の雨頭にも相談したが、帰ってきたのは短い言葉だった。見つけたんだね。それ以上は何も言わず、視線だけが海の方へと落ちていた。
その日潜るのはやめるべきだった。そう思いながらも、私は昨日の続きを確かめずにはいられなかった。海は静かで、どこか待っているような空気があった。潜ると昨日の裂け目がすぐ目に入った。そして分かった。袖がもう挟まっていなかった。布の端だけがふわりと漂い、裂け目の奥へ続く闇は昨日よりも深く広がって見えた。胸の奥で嫌な鼓動が走る。近づくほどに海水が冷えていくのを肌で感じた。まるで海全体が凍りつき、俺を奥へと引き寄せようとするようだった。裂け目の前まで来た時だ。布の向こうに白い手が浮かんだ。昨日見た指ではない。腕の骨格まではっきりわかるほど形の整った人の手だった。その手が裂け目の縁をつかみ、ゆっくりと外へ出てきた。袖の根元から水に揺れながら顔が現れた。輪郭は崩れ、どこが目でどこが口なのか曖昧だったが、濡れた髪だけがはっきりとこちらを向いていた。海水の揺れに合わせて長い髪が俺の方向へ伸びるように漂ってくる。次の瞬間、顔の奥で息が一つ震えた。昨日聞いた音と同じだった。だが今日は俺の名前を吸い込むように聞こえた。逃げようと体を反転させた瞬間、足首に何かをつかまれた。強くではない。ただ、絶対に行かせない。と意志だけが伝わる力。振り返ると、袖の先から伸びた手が、足首を離さないまま揺れていたんだ。その指先は、人のものとは思えないほど冷たく、海そのものの重さをまとっていた。必死で岩を蹴り、ようやく手を振りほどいて海面へと向かった。水上へ出た瞬間、肺に空気が入ると同時に、背中にぞわりと誰かがついていた気配がまとわりついた。船に上がると雨頭が静かに言った。その着物、昔この村で流された女のものだよ。誰にも見つけてもらえずに沈んだままなんだよ。その後あの裂け目には二度と近づかなかった。だが今でも耳の奥に残っている。あの日海底で聞こえたあの声。スーという声はまるでまだどこかで私を呼んでいるように。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。
風がないのに竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然、後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが、工藤はライトを振りながら、獣だろうと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか、手が震えている。問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている。そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく、少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろう。その声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずに、ただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに、足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。目は合っているのに誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。
まだついてきてる。意味を聞き返す前に厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音、続いて床をするような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに音だけが抜け落ちているんだ。その代わり店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふ、ふと同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり形を結び始めた。人の上半身に近いが顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。
なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのに掴めない。影の表面がまるで膜のように俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう出ようよ、と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりとにじんで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ！このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は自分の声帯を使っているのに知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口も
その場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで。今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。金のない夏だった。本当は遊園地へ行くつもりだったのに、俺、ゆうやの金遣いの荒さと、マキに借りた金を返していないことが理由で、結局、安く遊べる場所として山へ向かうことになった。登山道に近づくほど空気は重く、セミの声だけが遠くで痩せたように響いていた。舗装の切れた場所からは湿った土の匂いが濃く上がってくる。山へ入ってすぐ、マキが不意に立ち止まった。理由は言わない。けれど、どこか入りたくないという感情だけが伝わってくるようだった。ゆうやは気づかず、せっかく来たし、散歩くらいはしようぜ。と、歩幅を大きくして進んだ。マキは仕方なく後を追った。森の中は異様に静かだった。二人の足音だけが重たく響き、木々が作る影が妙に濃く見える。最初の異変は斜面の途中で起きた。マキの首筋がふっとこわばり、何かに見られている感覚。ゆうやも同じ瞬間に振り返った。斜面の上、木の隙間、濁った光の先に一人の男が立っていた。背筋を伸ばしたまま動かない。顔は影に沈み、表情は読めない。ただそこにいるという事実だけが濃かった。ゆうやが険しい顔で斜面に近づく。だがそこへ着いた時にはもう男の姿は消えていた。土の表面に一歩だけ後ろへ引いたような跡だけが残っていた。もうやめようぜ。帰ろう。とゆうやは低くそう言った。落ち着いているように見えて声がわずかに震えていた。だがマキは一瞬だけ帰りたくないという表情を浮かべた。自分でも理由がわからないまま視線だけが森の奥へと吸い込まれていく。その違和感が空気より先に二人の間に落ちた。ゆうやが歩き出し、マキも後を追う。数分経ったその時だった。マキの背中にじっとり張り付くような気配が触れたんだ。とっさに振り返る。さっき斜面にいた男がマキのすぐ後ろに立っていた。距離は数メートル。表情は影のまま、音一つなく、その場に沈んだまま動かなかった。ゆうやはまだ気づいていなかった。マキの喉が詰まり、声が出ない。代わりにゆうやの手を掴んで突然走り出した。山道の影が流れ、息が荒くなる。胸の奥の直感だけが告げていた。ここにいたら戻れなくなる。その予感のすぐ先で、土の色よりも暗い人影が地面に倒れていた。
それは男の遺体だった。倒れていた男は土に半ば沈むように横たわっていた。ゆうやとマキは息を整えることすら忘れて立ち尽くした。男の顔は土で汚れ、首の周りの皮膚には自然な圧痕が残っている。ここで命を落としたことを示すような静かな冷たさだけが漂っていた。マキは震えた声でつぶやいた。さっきの人だよ。斜面に立ってたあの男。あれ、生き霊だったんだよ。その言葉に応えるように山の空気がぐっと冷えた。ゆうやはマキの手を離し、遺体へゆっくり近づいた。背中を向けたままマキを振り返らずにかがみ込む。男の後ろポケットがわずかに盛り上がっている。ゆうやはためらいながら手を入れた。土の感触の奥から硬い財布の形が指先へ触れた。取り出した財布は泥で湿り、皮が重く変色している。だが中には札束が入っていた。その額はマキから借りている金と同じだった。マキの表情が凍りつく。ゆうやの手も止まった。返すよ。声には出していないのに、その意志だけがはっきりと伝わった。ゆうやは金を握ったままマキへ差し出そうとした。今返す。これで。マキは後ずさった。受け取らなかった。そして震える声がようやく漏れた。違う。そういう問題じゃない。二人の間に沈黙が落ちた。その沈黙を破ったのは土の中から響くようなわずかなきしむ音だった。ゆうやとマキが同時に顔を向ける。遺体の肩がかすかに揺れていた。ありえない角度で男の上半身がガバッと起き上がったんだ。喉からは声が出ていないのに、マキは吐き気がするほどの恐怖で足がすくんだ。ゆうやも後ずさりし、握っていた金を指から落とした。男は顔を上げず、影だけの表情で二人へと向かってくる。音を立てずに地面を這うような動き。ゆうやがとっさに振り返り、足元にあった石を掴んだ。次の瞬間、男の影がマキへ向かう。ゆうやは反射的に石を振り上げた。鈍い衝撃、そして倒れる音。土が跳ねる。動かなくなった男の体を前に、二人は呼吸の仕方すら忘れて立ち尽くしていた。マキの声が震えた。埋めないと、このままじゃ。ゆうやは何も言わずに近くの土を掘り返し始めた。二人の指は泥に沈み、音もなく山が飲み込むように深まっていく。男の遺体を土に隠し終えた頃、山の光はすっかり薄暗くなっていた。ゆうやは泥のついた指を握りしめ、マキの腕を掴んだ。帰ろう。もう絶対にこの山にいたらダメだ。マキは小さくうなずいた。言葉を発すると声が震えて折れてしまう気がした。二人は来た道を戻るように歩き始めた。
森の奥から一定の間隔で葉が揺れる音がついてくる。風の向きとは関係なく、二人の背後だけがざわついている。マキが息を詰め、振り返りかけた瞬間、ユウヤが強く手を握った。見るな。見たら連れてかれる。マキはその言葉に従い、前だけを向いて歩く。数十メートル先で、ユウヤが不意に足を止めた。参道の真ん中に男が立っていた。土に埋めたはずの男。先ほどの遺体と同じ服。顔は影のまま。胸は動かず、ただ立っている。マキが口を押さえた。背筋が凍るほどの近さだったんだ。まるで二人が来るのをずっと待っていたように。ユウヤはマキを抱き寄せ、小さくつぶやいた。走るぞ。二人は参道を全力で駆け出した。呼吸がちぎれ、肺が焼け、足がもつれそうになる。その一瞬の隙で、マキは前を見た。そこにはなんと、男が目の前にいた。ほんの数十センチ。肩越しに湿った匂いが触れる距離。マキは叫び声を飲み込み、体が固まった。ユウヤが反射的にその男を突き飛ばす。重い手応えが腕に残った。人の体そのものの重さ。倒れたはずなのに地面に落ちる音はしなかった。空気だけがへこんだような沈黙。ユウヤはマキを引きずるように走り出し、影が背後で揺れる。何かが木々の間を速い速度でついてくる。山の出口が見えた頃、不意に音が止んだ。追ってきた気配が消えたんだ。ユウヤとマキは転げるように山を降り、そのまま車へ戻った。二人は口を開けず、ただ家へ帰ることだけを考えていた。だが翌日、ユウヤは仕事へ向かう前に自分のバッグを開いて固まった。そこの布が湿っていたんだ。泥がついていた。そしてその泥の中央に昨日遺体のポケットから抜いたはずのあの財布が入っていた。濡れたまま土の匂いを放ちながら。ユウヤは震える手でバッグを閉じた。その瞬間、玄関の外のコンクリートに濡れた足跡が一つだけ残っていた。指の角度、深さ、そして歩幅。それは山に倒れていた男の足跡と同じだった。誰かが戻ってきたのではない。ずっとついてきていたんだ。それ以来ユウヤの家の前には夜になると必ずその片足だけの足跡が残るようになったそうだ。